はい、皆さんこんにちは。小豆島の漁師濱家です。今回はですね、こちらの船を僕運搬船にするって言って運搬船にしたって言ったじゃないですか。で、最近ですね、魚が結構取れてですね、で、昨日こちらの運搬船で魚を持っていったところ、高松の相場がね、めちゃくちゃ良かったんで、今回は取った魚を運搬船で高松に持っていくと、果たしていくらになるのかという企画でやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで港の方にやってきました。で、今からこちらの船で漁に行って、でもう何回か使ってますが、こちらの前の漁船ですね、こちら運搬船に変えたので、こちらの船で高松の方に運搬したいと思います。はい、じゃあ沖に行ってきます。はい、それではエンジンをかけて沖の方へ向かっていきましょう。果たしてね、運搬船で取れるだけの量が取れるのか、楽しみでございます。それじゃあ先のロープを外して、ではしごが風で飛ばないようにくくっていきます。これで OK。今の速いのはワサですね。私はワサというかもう手が速いのでくくるのが大変速いです。で、風が吹いてたので後ろに走って後ろのやつも外してクラッチをバックに入れてね、船を出港させていきたいと思います。さあ、それではレッツゴーですね。後ろには親父の船と兄貴の船も見えます。さあ、それじゃあ出港していきましょう。船を走らせていくこと、何十分かですね。隣の親父の船と並走しています。はい、それではポイントに着いたので網をやっていきます。トローリングとか、油圧関係をごちゃごちゃ触ってですね、こちらは油圧のレバーですね。それを入れたら下のバタクリが回ります。さあ、そしてブレーキを戻いて、で灯台を入れて網をやっていきましょう。ちなみにこちらの網何回も説明するんですが、長さが 1.5 キロ、高さが約30メートルあります。で、この丼をつけて海の上を浮かして流すことから流し差し網という名前になっております。めちゃくちゃうまいですね。饒舌でございます。さあ、それではくくっては入れてを繰り返して、およそ何十個というですね、幅は広いんですが網を入れて、で最後に赤火を入れて、これで OK ですね。はい、というわけで網がやり終わったんで暗くなったら繰りたいと思います。だいたい30分ぐらい待ちましょう。いや、いっぱいおってね、高松に持って行って結構な金額をね皆さんにお知らせできたらなと思います。松号、そうだね、松と号です。ああ、そういうことか。はい、で外も暗くなってきたんでそろそろ繰りたいと思います。僕はこの待ち時間があんまり好きではありません。ずっとねもう僕の動画見てくれてる人知ってると思うんですけど、今年大不漁だったじゃないですか。それがねちょっと秋になって、ぼちぼち魚もね今取れてるので嬉しいです。じゃあ黒月はいいな。父上、月がなければ俺などとうに闇夜に迷い果てておったわ。これは僕の好きな漫画の花の刑事の言葉ですね。それでは長靴履いてエンジンかけて電気をパチパチとつけていきます。パッとね、これもねいちいちカメラマンに後ろに追ってもらって、前に追ってもらって構えてもらってます。はい、それじゃあカッパをつけていつもの尺稼ぎ、カチカチ。じゃあ船を、灯台のとこに行ったら、上げていきましょう。でこちらをネットローラーの本線にくくって、でガッチャンって言ってペラってね結構潮を受けて舞うんですよ、勝手に。でそれが網にかからないようにこういうウィーンみたいなやつをやっていきます。で水を出して、こちら流水値抜き用のやつですね。でネットローラーを曲げて巻いていきましょう。ちなみにこちらのネットローラー550万円です。めちゃくちゃ網が汚れておりますのでエンジンポンプを始動して水を出して洗っていきたいと思います。こんな感じでめちゃくちゃねこの強い勢いによってほら後ろがねめっちゃ綺麗、見にくかったんですけど、それで網を上げていきます。で全部受けやってるのでこの受けもね一つずつ上げていき、でも魚があんまりいそうにはないですね。網を上げていくんですが魚が来ないよ、バッテンバッテンダメだという意思表示ですね。いつもね面白くないのに顔芸やっちゃうんですよ。1匹目やってきました。こちらハマチですね。大きさ的にはツバスといったところでしょうか。この時は秋だったんですけど、秋ってね天然ハマチよりはツバスの方が脂が乗ってるんですよ。なんでかっていうと、ツバスの時期は虫が入ってなくて、でブリとかハマチになるとね結構天然物、この時期冬は入ってないと思うんですけど、秋ぐらいだったら瀬戸内海入ってることが多いです。
で虫って言ってもブリ線虫だったかな、なんで食べても全然問題ないやつなので、お気になさらず。なんで虫って名前つけるんでしょうね。なんか虫って名前つけたら美味しくない感じがすると思うんですけど。でさっき来たのがエソっていう魚で、かまぼこの原料とかになります。ただね、卵を夏前春忘れた持つんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。でこちらが天然のマダイ、秋から冬にかけてがめちゃくちゃ美味しい。で桜鯛とか、兵庫県の方だったらもみじ鯛とかって言ってね表現します。うまいこと表現しますね。で何でしょうか、私を取ってでまた鯛が来ました。鯛がねこの時は非常に多かったように見受けられます。で鯛を上げていってベイサイン、めっちゃなんかつばが飛んじゃったベイサインみたいな。でなんかそれで思い出したけど This is a pay、この話はやめておきましょう。はい、でまたね鯛が来て、鯛がどんどん鈴なりで来ております。僕は鈴なりって言うんですけど、正確には鈴なりだそうです。で結構肩もいいですね。で下アングルも鯛が来てと、鯛が 2,3 匹来ております。でこれはグチですね。東京の方では石餅とかっていう魚で、高級魚です。でナマコ、この時期の撮影は11月初頭だったのでまだ早いですので逃がしていきましょう。ナマコもね中国の方では黒いダイヤとか、黒ナマコなんですけど、って言いますね。でこちらボラ、この時期は卵とか白子が美味しい時期です。で今だったらカンボラとかって言うんですけど、今これがいつかわからない、12月かもしれない、投稿がいつかって話なんですけど、2月ぐらいになるとカンボラとしてかなり美味しくなるんじゃないかなって僕の印象です。で匂いもね本当に全くない。でこれがフカっていうね魚のサメの仲間の一種です。でもただなんだっけあれはないです。毒じゃない、牙か。でカメラマンに外してもらってどんどん生かして仮生かししていきます。である程度溜まったら魚を箱に入れて、で水圧の関係でこう下から上がってくると空気がね腹に溜まるんですよ。それを空気抜きで抜いてあげることによってしっかり魚が自立して泳げるので、それで魚を池間の中に入れていって、でもう一度食っていきます。さあいっぱい来いよということで、その後も鯛が来て、で新しい顔黒鯛もいますね。でこちら、ぐるぐるに巻いてるお魚ハモです。夏の味覚として知られるハモですが、実は冬も美味しい。でこちらのハモちょっとね太いので骨が大変多いので、多分かまぼことかになる原料だと思います。でこちらが黒鯛。でハモもね実は大きいほどいいってわけじゃなくて、ちょうどいい 700g から 1kg ぐらいだったかなが、実は骨が少なくてちょうどいい美味しいサイズとなります。であいつねぐるぐるワニみたいに噛んだら回るので、もう網がぐっちゃぐちゃに本当にめっちゃ硬いんですよ。花山薫がタバコのあれを握った時ぐらい硬くなります。ちょっと何言ってるか分かんないんですが、でこちらがスズキ。このスズキは若干痩せてますね。で今来たのがトビエイです。赤エイではありません。うわーっとで持ってたらパワーが強すぎてねちょっと落としちゃいました。でまた第2陣が溜まって、それらも仮生かしの箱に入れて、仮生かしの箱じゃないな、普通の箱に入れて持って行ってもらいます。でこちらは新顔カマスですね。ただ後ろちょっとちぎれてるのか、多分ね噛まれてる、多分ハモに噛まれたんでしょう。でこちらはゲタ、赤ゲタ、赤舌ビラメという魚で、唐揚げにすると美味しいんですがちょっと痩せてたので逃がしたいと思います。でまた第3陣も持って行ってもらいましょう。で結構ね魚が、さっき言った通り取れてきてますね。でこちらは平家ガニ、背中の見た目が平家の平家の顔に似てると、落ち武者の、結構歩きますよね。これは逃がしておきます。でこの鯛奇形なんですよ。だからちょっとね形が変わってて、こう上の普通の鯛と比べると、めっちゃね形が変わってます。味は変わらないと思うんですけど、市場では売れないので逃がします。でこちらガンゾウビラメ、そしてマゴチ、パンパンに超えてますね。今からの時期鍋に入れると大変美味しいんじゃないでしょうか。さあそれでは最後の魚を入れて持って行ってもらいましょう。はい、でこちらはスズキですね。でこれ上がりのスズキって言って死んでしまったやつですね。それは揚げて、で締めて水の中で流水血抜き。はい、で残りも少なくなってきました。で最後に灯台を上げて終わりたいと思います。終わる前にかけてしっかりとね船を洗って終わりです。帰りましょう。
はい、というわけで網くりが終了しました。昨日の半分以下ぐらいですね。昨日めっちゃおったんですけど、カメラを持ってくるとダメなんですよ。で、生きた鯛がだいたい40ぐらい。で、ちょっとね、咳抜き失敗して沈んでるやつが数匹ですね。これ多分死んじゃうんで、上がりです。はい、でも死んじゃった上がりがこれぐらいですね。羽2匹とか、まあ、鯛とか、ツバスハマチ類です。出ちゃった。はい、じゃあ帰ってきたんで鯛を生かします。準備して、で、この泳いでる元気な鯛をすくいます。沈んでるのは氷にする。で、生かします。おー。で、生かしておいて、明日の夜中に締めて市場に行く。じゃあ帰ります。はい、じゃあ帰って風呂に入りました。で、明日は2時半ぐらいに起きてね、締めていきたいと思います。で、今日のおかずはサバとサーラの刺身ですね、ボラと。で、今胃がやられてるので小さいシルバータイム。うまい。はい、それでは船の港の方にやってきました。エンジンをかけて電気をつけて魚を締めていきたいと思います。で、ホースを入れて、で、魚を上げていきます。なんでホースを入れるかっていうと、この池間の中で水の流れを良くしてしっかりとね、魚の血が抜けるようにやっていきます。それでは一つずつ脳天締めをしていって、で、全部の魚が脳天締めできたら一つずつエラのとこの背骨の付け根、血管が通っているところを切って、で、尻尾も切って池間の中へポンポンポンと入れていきます。まあ、かかとで切ったり先で切ったりしてるんですが、別に違いは特にございません。まあ、かかとで切った方が確実だし、包丁の切れ味も落ちないっていう感じのメリットはあります。で、こちらはマゴチですね。マゴチはね、締めるのに大変硬いんですけど、しっかりと背骨を断ち切って水で血抜きをしていきます。で、全部の魚が締まったらホースで水を入れてしっかりとね、流水血抜きです。で、こちらが昨日取れたハマチとかの上がりのやつですね。ハマチはね、ちょっと水が高いと温度が高いと死んじゃうので、もう全部しっかり氷水の中に入れて、で、箱に立てていきます。ハマチを立てて、ハマチハウマッチといったところでしょうか。ほんで羽も入れて、スズキですね。 OK、 秋のスズキは美味しいです。まあ、でも登校時期は冬ぐらいかな。で、親父が先ほど締めたやつを持ってきてくれて、しっかりと氷水の中で冷やしていきます。で、氷も少なかったので追い氷。じゃあ次、運搬船の方のエンジンをかけて、で、船の横につけていきます。で、親父も持って行ってくれということで、まずは親父の魚を立てていきましょう。いや、いい鯛ですね。で、親父の鯛とか魚を箱に立てたら、運搬船の方に積んでいきます。積んで、これがまた結構ね、重労働で腰にきます。で、親父の魚が積めたら、次は僕の魚を積んでいきましょう。鯛きれいですね。小豆島で、この秋の鯛に名前を付けるなら、やっぱもみじ鯛になりますね。兵庫県と一緒です。で、全部の魚を、船に詰めたらですね、次に濡らした毛布をかけていきます。まあ、濡らした毛布をかける理由はですね、保冷という面もあるんですが、やっぱしっかり濡らさないと結構ね、船で走ると風があるので、あれです。で、持っていきましょう。はい、じゃあ運搬するには少ないですが、無事立ち終わりましたんで、今から1時間ぐらいかけて高松の方に走っていきたいと思います。外は真っ暗なんで、もう慣れないと走れません。じゃあ行ってきます。市場に到着。はい、じゃあ帰ってきました。もうめちゃくちゃ寒いですね。で、船も早くて4、50分で帰ってきました。で、相場がわかるのは昼なんで、昼まで待ちたいと思うんですが、ですね、市場で魚荷下ろししてる時にですね、今日は魚多いから安いって言われて、昨日めっちゃ相場良かったのに、もしかしたら行き損になるかもしれないけど、ちょっと待ちましょう。そして可愛いマダラちゃんです。はい、というわけでお昼になり仕切り書が来て、いくらになったのか発表するんですが、魚個別の値段は言いません。で、結果から言います。32,000円でした。ただね、本当持っていくほどの量じゃないので、
持っていったら、まあ当然油代がまあ6000円ぐらいかかります。まあ、だから持っていくほどの量じゃないんですけど、相場はまあまあ良かったです。ただね、持っていくとなると5万円ぐらいないと、ちょっと油との割合がね、あんまつかないんですけれども、まあ今回は、こんな感じで企画ということでやらせていただきました。というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。それじゃあ、See you next time! バイバイ。